こんばんは、フェマールでございます。今日は、国道476号線、国の道でもありまして、国内道でもあります国道476号線の大野市っていうところへ向かう道の、そちらの国道部分があるんですね。国内道部分、そちらを探索に行くつもりでしたけども、どうやら崖崩れの恐れがありで通行止めのようになっておりました。残念です。で、今回趣向を変えまして、その国内道の部分を通れない迂回路の、林道というかこの山道はもっと酷なんじゃないかっていう、そういう探索でございます。で、どういうものになるか私も今のところ分かりませんのでよろしくお願いします。山あいの集落ですけども、こちらどこっていうとこなのかな。まっすぐ行くと大野476とありますけど、一応まっすぐ行ってみましょう。大型車 8m を超える車は通行不能とありますっていうぐらい急カーブなんでしょうね。現在地南の津又町っていうとこかなになります。しかし国道でありながら大型車を通れないっていうのもなかなか酷なところを見せつけてますね。左方向です。まあ残念ながら今日は雨降ってましてね、11月の24日ですけども、全国的に寒い、感じになっております。で、本当は、ちょっとした林道行こうと思ったんですけども、まあこの雨の中行くのは危険と判断して急遽このような企画となっております。左方向です。はい、じゃあここでですね、通行止めになりますね。またトンネルから大野市まで土砂崩れの恐れあり全面通行止めとあります。ということでここから先は向かえませんので、コンプライアンス重視ですのでこの枠を越えてまではいきません。はい、ということでこちらからは向かえません。今日の目的地設定としては大野のビオっていうショッピングセンター、そこを目的地としております。要は476号線で行くか、その迂回路というか、まあ迂回路として設定はされてませんけども、まあこちらの方から向かえる道があるみたいなのでそちらから行きます。ただどんな道なのかさっぱり見当がつきませんのでよろしくお願いします。この辺を右方向だそうですけれども、どれだこれなんか幸先から不安になる道ですね。なんかすげえ攻めし、これなんか怖くねえか。マップ上ではこちらから行けるようにはなっておりますけども、かなりグネグネでございます。そしてね、普通なんだろう、通行止めだったら迂回路とかって書くところが書いてないですからね。まあ要するに推奨されてないんでしょうね。これ林道じゃねえのこれ。どうなんでしょうねこれ。とりあえず行ってみましょう。よいしょ。これ Google マップあんのかなこれ。お、なんか火葬場、すごい。これは3枚じゃないのかな。まあ中まで入らないけど失礼しますね。あ、3枚だ。うわ普通にはい、こんな3枚ですわ。うわ、はい、失礼しました。まあ今日はちょっとそういう特集じゃないんで、幸先この3枚がありましたね。へえ、めっちゃむき出しで路がありました火葬路がまあ今日はまあ火葬場特集でもないし、あんまり火葬場やるとね、なんか批判的なコメントが来るんでちょっとやめてるんですね。なのでこの辺でやめときます。はい、じゃあこのまままっすぐ行きますのでよろしくお願いします。まあこれは迂回路としてはちょっとあんまりおすすめできないけども、ただですけども、ま
あそこ通れないからってここから行くことはできるであろうと思いますんでね。なんかすごいなここ。落石注意。これは何だろう、県道になるのかな、なんだろうね。おー、道があれですわ、滑り止めの入ったコンクリの舗装になってますね。それぐらいここは、これは冬季用の対策なんですかね。そして結構標高が高くなっております。これ誰か通る人いるのかな。ダメだこれ。落ち葉がすごい。4区にしとくわ。まあ紅葉的に言うと綺麗ですけども、この葉っぱがすごい滑りますからね。またこのあれですわ、スリップ防止のコンクリの舗装ですね。紅葉綺麗だね。いやこれ今日儲けだなこれ。すごい。私その国道476号線のさっきのその国道区間、国内道区間っていうのは走ったことはないんですけども、もしかしたらこれぐらいの同じレベルなのかもしれませんね。もしかすると峠ですかね。おー綺麗。峠の頂上ぐらいですね。山あいのこの綺麗な紅葉だ。おーすげえ。下には集落がありますね。おそらくここがピークやと思うんですけどね。そして下ってまいりますね。右に森林作業路ですねこれ。いいな。行けないけど。至る所にその脇道があるんですね。ただそのチェーン張ってあるんで入れませんけど、森林作業路だと思いますね。林道のね、林業のね。ですからどちらかというと林道に近いのか林道なのかかもしれませんねここは。でも深い谷だな。この葉っぱ、この葉っぱが危ないですから気をつけましょうね。ちなみに結構な崖ですねこんなんで。紅葉が綺麗だね本当。ちょっと目線変えて走ってみましょうか。はい、ここからまた、滑り止めのコンクリート舗装ですね。また左にまた脇道あるけど、またあれですわ、鎖の張ってある森林作業路ですね。すごい綺麗だね今日。これは来てよかったよ。草のこの路面が危ない。この草の路面で、タイヤロックしてアンダーステアでまっすぐ行っちゃったら崖から落ちますからね。こういうとこね、こういうとこでまっすぐ突っ切っちゃう場合がありますから気をつけましょう。ノーマルタイヤの方はね、一般タイヤのノーマルタイヤの方やったら簡単に滑ります。雪道ぐらい滑りますからね、下手すると気をつけましょう。はい、ここも注意。これね、
間もなく里に降りてきてましたね。峠越えは終了かな。ここも12月から3月まで通行止めとなってますわ。そらそうだわねあれは危ないわ。そして里に降りてきましたね。おそらく南西又町というところみたいですね。国道158号線へ向かってまいりますね。なので今のところの峠道っていうか林道というか、あそこをもうほぼ県道と言っていいでしょう県な道ですけども、そこからこっちの方の大野市の方へ向かうことは可能ですね。ここから先は割とマイルドかな。こちら踏切となります。越美北線ですね。高田踏切。そして、待望の158号線がやってまいりました。意外とまあ近いのかなこれは迂回路としては僕的にはありだけど一般の人には向かないかなと思います。はい、158号線の振動というかバイパス路的なところを曲がっていきます。ここから美容までワープしますんでどうぞはい、ワープしてきまして、ただいまですけど大山交差点ってとこ来ました。ここで今476号線とつながりますのでね、この先まっすぐ行くと476号線となっております。直進方向が476号線。そして、ここから表示ないなあ、これか、この看板の通り、この先がこの通行止め区間の476号線となっております。要するにそういう風な感じで迂回してまいりました。で実際ならこうやってここから476号線から出て美容へ向かうわけですねホームセンターパルスだ。目が潰れるかと思います。はい、でこちら右曲がって、目的地となります。そういうわけでして、ここが、大野市民の方のお買い物どころなんでしょうね。ビオっていうショッピングセンターになります。国道476号線通行止めではありましたけども、そちらの国道を迂回してもやっぱり国道の迂回はやっぱり国道だったという結論ということでございます。でどちらから行けば早かったかどうかっていうのは分かんないけど、それでもあの道は普通の方は行かない方がいいと思いますんで、不要不急では通らない方がいいと思います。そういうことで今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。ゆまるでした。ありがとうございました。バイバイ。